ょうどこの時期はカナダに行ってます。大会に呼ばれて、で本当はこの学園祭のイベントすごい来たかったんですけど、先にカナダのイベントが入っちゃってもう OK しちゃってた後だったので、特にその学校に呼ばれるっていうのがすごく自分にとって意味があって、やっぱりゲーム三昧というか、特にろくに学校も真面目に授業を受けてなかったし、どっちかっていうと学校側は俺をあまりよく思ってないし、俺も学校が苦手みたいな、そういう関係ずっと関係だったのに、10年以上経って学校側から呼ばれるっていうのはすごいなんか、どうなるか分かんないものだなというふうに実感してるので、そこはすごく意味があるんで、どうしても来たかったんですけど、先に訪れちゃったので、今回は、映像だけということで、若い人に呼ばれるっていうのはすごい嬉しいです。ゲームの好きな人たちってやっぱりそのカップゲームの好きな人たちって30超えた人たちじゃないですか。でそういう人たちがコミュニティも基本的には仕切ってるし、プレイヤーもそういう人たちも多いけど、ね、若い人だったら10代だったりする、そういう人に来てもらいたいって思ってもらってるのはすごく嬉しいっていうか、いいなって、格闘ゲームとかに先があるのかなという気になります。そうですね、やっぱり共通のすごい好きなものがあるっていうことで、いまだに仲良く遊んでる人たちは格闘ゲームで知り合った人たちですよね。そこが一番そのプロになったとかっていうことを除けば、自分のゲームで一番影響があったところなのかなと思うんだけど、人間関係とか。良かったことは海外に頻繁に行けて、それでいろんな人から歓迎されたりとか、そういうところですかね。ゲームっていう共通のコミュニケーションツールがあるんで、それで特別コミュニケーション取りやすいっていうのもあるのかもしれないですけど、なんとなくこの人は気難しいなとか、この人は陽気だなっていうのももちろん分かるし、ゲームやってなければ海外の人たちと触れ合うことっていうのはなかなかなかっただろうから、それはプロになってよかったなと思う大きな要因の一つですね。なんだろう、これ個人的な話なんですけど、年上とかにその年齢差関係なく勝負ができるじゃないですか。だから小学生の時すごい負けず嫌いだったんだけど、小学校5年生ぐらいでやっぱり中学生に体力じゃ勝てないし、なんかその何かをやるにしても年齢差って基本的には子供の頃って大きなハンデだから、ゲームってそこまでハンデがなかったと思うんですよね。それでいろんな年齢の人とかと思いっきり対戦できるっていうのが自分の中では新鮮で楽しかったから、それでハマったんじゃないかなと、思いますね。名古屋は多分一番東京以外で行った場所です。知り合いも一番多い土地だったんですよ、名古屋は。初めて名古屋に行ったのがやっぱゲームなんですけど、14歳ぐらいの時で、それから名古屋は定期的に遊びに行ってますね。なんでですかね、なんか縁がありますね、名古屋。そうですね、昔から名古屋っていう土地が結構ゲーム盛んなんですよね。インベーダーとかでも名古屋橋とか、格闘ゲームの一応歴史、最初のストリートファイター2もう名古屋が一番盛んというかレベルが高くて、
名古屋は結構そういうちょくちょくそのゲームでは目立ってるんですよ。いや好きです。全部もう出れる大会全部出てたと思いますね、昔は。最近はそんなに大会出たいとは思わなくなっちゃったんですけど、子供の頃はもうどんな規模でも大会って言われたら行ってましたね。おもちゃ屋の大会とかレンタルビデオショップの大会とかゲームがあったんですね。勝てなかったですけどね、その大会が好きで好きでしょうがなかった時期は勝てなかった。勝てないから出たかったのかなと思うし、ちょっとでも上に行きたいっていう。本当駅が1個変われば上手い人と違ったんで、そういう楽しみはありましたよね。大会も頻繁にあったし、であの頃やっぱりそのなんていうの、今みたいにゲームセンター同士のネットワークとかないから、どっちの大会行こうかなってなるんですよね。同じ土曜日とかに、しかも結構近い距離でやってて、あっちの大会とこっちの大会とどっちにしようかなって、そういう時は大体景品とかが告知される時があって、それで決めるんですけど、こっちはなんかゲーム機もらえるらしいよ、あ、じゃあそっち行こうとか言って、はしごしたりとかもしてましたね。なんか1回戦で負けて、じゃあ移動って言ったら、前の大会にいたやつとかいて、同じこと考えてるなと。俺昔ゲーム機って買わなかったですね。だって大会の景品でもらうまでやんないんですよ、ハードで。パターンもプレステも欲しくてしょうがなかったんですけど、絶対景品で取ってやると思って、実際それで手にしましたから。で、プレステ2は自分で買って、俺も丸くなったなと思いましたけど、間違いないんですもん、だって景品で。まあ高級なんでね、やっぱり。ちょっと高いもん。高かったんで、当時特にプレステ2とか。あれは買っちゃいましたね、渋々。ゲーム機はもらうもんだと思って。でも俺、もうね、ほんとファミコンショップは、コンビニ並みに行ってましたね。なんかいいゲームねえかなって。お金がないから、本当に欲しいのは中古で3500円ぐらいするんですよ。そうだよなって、これ面白そうだもんな、3500円ぐらいするよなと思って。で、980円とか1500円ぐらいのところから掘り出し物を探すのがすごい好きで、そういうのをね、探しに行くのがすごい楽しかった。だから結構俺やったゲーム多いんじゃないかな。もっと頻繁に呼んでもらいたいなってちょっと思いましたよね。結局そのゲームを作る人たちの入り口なわけじゃないですか。ある意味ゲームクリエイター学科っていうのは。だから全部つながって、今ってメーカーとイベント主催とプレイヤーとが結構仲良くなってこれてるっていうか、昔はメーカーはメーカー、プレイヤーはプレイヤー、イベント主催はイベント主催っていう完全に独立してたけど、最初にイベント主催とプレイヤーが仲良くなって、で最近そのイベント主催プレイヤーが仲良くなったところにメーカーも絡んでくるような時代になってきてるじゃないですか。まあみんなで盛り上げていくのが一番いいっていう風に、時代に変わってきてると思うから、そのメーカーのそういうゲームの作り手を生む、まあね、空間というかそういう場所なわけだから、そういうところにプレイヤーである俺が行くっていうのはすごく、なんか今後もそういう今のいい状態を続けていくのに、なんか関係っていうか一役変えるかなという感じがあるから、もっと頻繁に、こういうイベントに行きたいなと。